まあゲイっていうのは本当にため会が好きですよねっていう話をしたいんですけど、ため会は5年以上行ってないですね。行かなくなったはっきりとした原因があるんですけど、まあ H なんとか会とかこっちの世界の人たちっていうのはその同い年で集まって、やっぱこう同い年で集まると見てきたものが同じだったり、あとなんていうのかな、聴いてきた音楽とかやってきたゲームだったり見てきたテレビ番組が同じだから、その共通の話題が多いっていうことで、まあため会みたいなのみんなやりたがるんだろうなっていうのはわかるんですけど、まあ自分もね、ためのボードゲーム会とかよく行ったりしてたんで、でもそうですね、共通の話題が多いってだけでそんないいもんじゃないっすよ、ため会。いや、また日本昔話になるんですけど、ですね、自分が33ぐらいの時だったかな。まあそれもため会で、四谷にあるお料理スタジオみたいなのを借りて、で夕方からみんなで集まってため会しようよみたいな。でそれがね、割とでかい規模、30人規模ぐらいのやつだったんですよ。でみんなでお酒とか食べ物とかこう買って持ち寄って、でそのお料理スタジオのその大きいテーブルを、なんか横に長いテーブルがあって、そこ30人がこうぐるーっと囲ってみたいな。でね、くじ引きみたいなので座る場所決めたのかな、なんかちょっとそこら辺の記憶が曖昧なんですけど、もちろんね、そのため会には自分のまあ知り合いも何人か参加してましたけど、なんか全然遠くの席でみんな。だからもう本当自分の前の席とか両隣の席とかの人たちはもう一切接点がないというか、全然知らない人たちみたいな感じで。で、そのまあアウェーな感じでこう座ってるじゃないですか。で、なんか一人一人こう自己紹介してくんですよ。あ、33歳のたかしですとかね、あ、33歳のまさきですみたいな感じでこう、みんな年同じだっつうのっていうね、自己紹介が始まって、で、自分の番になって、あ、りょうです。どこどこ住んでますみたいな。で、なんか、隣に、違うな、こっちにいた人が、なんか、こっち同士でこう仲良くなってこう二人でわーって喋ってて、なんかその場の中にちょっと入りづらかったんですよね。で、こっちの知らない人は、なんかね、ゲイイベントとかによく出てる系のための人だったんですよ。なんていうのかな、フロアボーイ的な子っているじゃないですか。なんかゴーゴーボーイじゃないけど、その2丁目のイベントによく呼ばれてる感じの、なんかそういう、まあ、2丁目で人気な子みたいな感じだったんですよね。で、なんかその子、特に誰とも話してなかったから、あ、じゃあちょっとこの子と話そうかなと思って、で、話振ったりして、こう、ずっとこの隣のね、フロアボーイ的な子とこう喋ってて、で、ご飯食べて、で、持ち寄ったお酒を飲んでみたいな。で、なんか、そのご飯食べてお酒飲んでみたいな時は、ずっとその、最初に指定されたその席に座って、で、飲み食いが終わった後にちょっとフリータイムで、いろんなところに自由に行っていいですよみたいな、そういう感じの、なんか合コンみたいなため会だったんですけど、んで、そのため会を主催してる、まあ同い年の人がいるんですけど、まあ自分とは顔見知りぐらいでほとんど喋ったことがない人だったんですよ。で、その人がそのフリー時間になった瞬間、スーッとこっちの方に来て、自分とそのフロアボーイ的なこの間のここにこうちょこんってしゃがんで、こう隣の子にこうわーってちょっと話しかけてたんですよ。で、自分はなんかその主催の人だっていうのをしてたから、その人はここに来たから、挨拶みたいな感じで、今日はなんか素敵なイベントを企画してくれてありがとうございますって言ったんですよ、その主催の人に。そしたらさ、その主催の子さ、聞こえてるはずなのに、もうなんか無視みたいな。もうずっとその隣の子とこう喋って、で喋ってる間、ありがとうございますって言ってもなんか、こんな感じ。もうなんか、うんともすんとも言わず、なんだこいつみたいな思って。でさ、まあ喋ってんじゃん。隣のそのフロアボーイ的なこと。そしたらさ、その喋ってる最中に急に、くるっとこっち向いて、
その時着てた服のね、この袖をこう、つまんできたんですよ、その主催の人が。これつまんできて、何と思ったら、自分が着てるそのね、服をね、つまみながらね、冬にこの服ダサくないって言ってきたんです。で、冬にこの服ダサくないダサいよねって、この隣のフロアボーイ的な子に、こうなんか話しかけてて、そしたらそのフロアボーイ的な子は、まあ自分と直前までずっと喋ってたっていうのもあるから、いや別にダサいとは思わないよみたいな感じで、なんか苦笑いしてて、そしたらなんか、その主催の人がさ、いや、俺ファッションにうるさいからこれはダサいよ。この服は好き、大好きとか言って、こっちが着てる服をけなした後に、その隣のフロアボーイ的なこの服をこう、わーって触って、この服は好き、かわいい、みたいな感じで甘えてて、なんだこのクソオカマはと思って。マジでさ、一言も喋ってないし、会話してないし、こっちのね、今日は素敵な会ありがとうございましたって言葉も聞こえてたのに無視しやがって、急に服ダサいってこう服つまんできて、何こいつみたいな。喧嘩売ってんのかなみたいな。もうそこでマジで、ぶっ飛ばしてやろうかなと思ったんだけど、まあね、そういう芸って結構いるじゃないですか。まあだからいつものことかなみたいに思ってそのフリータイム中はもう他の席に行って、他の人たちとまあ喋ってたんですよ。もうその主催の人、ここでなんか喋ってんのが嫌だから。でまあ他の人たちとわちゃわちゃこう楽しくおしゃべりをして、でまあお開きの時間になりましたと。で、当然自分たちで、まあその汚したものは片付けましょうってなりますよね。で、自分は、洗い物をしようと思ってキッチンの方に行ったんですよ。で、なんかみんなね、その汚れた皿とかそういうのをこう持ってくるから、じゃあこれ洗っとくねみたいな感じでこう、汚れた皿をこう洗ってたんですよ。他にもなんかコップの洗い物をしてる人たちとかいたんですけど、で、まあこう、ね、後片付けしてるじゃないですか。で、後片付けをしながらこう周りを見たら、まあ、なんていうのかな、テーブルを拭きながらみんなで談笑してるグループとか、まあ冷蔵庫の中を掃除しながら談笑してるグループとか、あとこっちの方で片付けを手伝わずにね、椅子に座って喋ってるだけの人たちみたいなのがいて、まあそんな感じでね、まあ早く後片付けをして、ここ何時までだから出ようみたいな感じでね、こうやってたんですよ。ほんでさ、こう皿洗ってんじゃん。そしたらさ、向こうの方から、さっきのね、感じの悪い主催のやつがさ、こう、ビニール袋をこう持って、こっちの方にズカズカズカって来たんですよ。でさ、洗ってたさ、シンクの中に、その袋をバッサーってやって、で、袋の中に大量に空き缶とか空き瓶が入ってて、ガラ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 って自分が洗ってた皿のね、シンクの中が空き缶と空き瓶だらけになったんですよ。そいつがその袋の中に入ったのをバサーってシンクの中に入れてきたもんだから。で、もうそんなことされて、えってなるじゃん。はみたいな。で、こう、呆然としてたら、その主催のやつがこっちの顔見て、これ、空き缶と瓶と分けて片しといてって言ってきて。でさ、みたいな。こっちは洗い物してるのに、なんでこう洗い物してるシンクの中にわざわざ、袋の中に入ってる空き瓶と空き缶をこう、ガラガラって入れてきて、分けといてってどういうことだよみたいな感じになって、って言ったら、その主催が、イライラさせんなやって言って、向こうの方に戻ってったんですよ。で、マジで、あっけに取られちゃって、なんだこいつはみたいな。で、誰も、そのガラガラガラってやられた瞬間は見てなくてキッチンにいたから。で、もう、ブチギレですよね。で、もう、後ろからマジで追っかけてて掴みかかってぶん殴ってやろうかなみたいな。もう、マジで、もうほんと一歩手前まで行ったんですけど、まあ、それをやられた瞬間誰も見てないっていうのと、あとね、一番の、理由としては、その日めちゃくちゃハードスケジュールだったんですよ。もうクリスマス間近で、そのね、ため会が終わったら、まあみんなで2丁目の二次会に行きましょうみたいな話になってたんですけど、自分は二次会に行かずに、その日ゲイの友達とスカイツリーに行かなきゃいけなかったんです。で、その友達っていうのが中国から遊びに来てる友達で、日本に5年ぶりとかに来てめったに会えない友達だったんですよ。
で、スカイツリーって10時とかまで営業してるんですけど、なんか9時までに入場しないともう入れないみたいな。で、なんか待ち合わせが夜の8時半にそのスカイツリーのところで待ち合わせだったんですけど、もう時間を見たらその8時半には間に合いそうもなくて、急いで行っても8時50分ぐらいに着くみたいな。だから9時の入場ギリギリみたいな時間だったから、だから自分皿洗いをやって早く片付け終わらしてここ出たかったから、洗い物やるってやったんだけど、ここであいつに喧嘩売ってぶん殴って、まあ警察呼ばれるとか傷害事件になったとしたら、もう確実にそっちに間に合わないじゃないですか。だからマジでそれがなかったらもう警察呼ばれてもいいからぶん殴ってたんだけど、もう本当にその中国の友達と会うのを楽しみにしてたから、いや、ここで喧嘩になったらいけなくなるしって思って、もうぐっとこらえて、マジで次の約束なかったらボコボコにしてたから、本当に。もう、悪者にされてもいいから殴んないと気が済まないみたいな感じで、もう手がこうわなわな震えちゃって、で、もうさ、なんでこんなことをされたのかわかんないんだけど、もしかしたらその主催のやつが、隣にいたイベントボーイ的な子が好きで、で、ずっとその、隣の席で楽しく喋ってたから、それを見て、なんか嫉妬して嫌がらせしてきたのかなみたいな。で、そいつが、未だによくため会を主催してるんすよ。で、毎年いろんな子から LINE で、ため会あるけど来るって誘われるんですけど、もう絶対に、主催は誰って聞くと、そいつだったり、そいつじゃなくても参加者にいたりするんですよ。もう、ため会大好きなやつだから。で、もう自分の生まれた年のため会はもうやめとこうと思って、もうそっから一切行かなくなったんですけども、このね、その料理教室のため会で、それ挑発をされたの誰にも言ってなかったんですよ、こう見えて。意外とね、こういうことされたっていうのを周りに言いふらさないタイプなんで、なんていうのかな、まあ、共通の友人たちにさ、あの子がこんなことしてきたよとか言っても、なんか、もしかしたらその子とそいつが親友の可能性もあるし、元彼同士なんてパターンもよくあるんですよ、芸の世界っていうのを。芸の世界っていうのは。で、やっぱ人の悪口を言うのって、悪く映るじゃないですか。今 YouTube だから全然いいんですけどね。それ売りでやってんので。だずっと黙ってたんですけど、今から1年ぐらい前に中野の白木屋で、そのため会に参加した芸の子と2人で飲む機会があったんですよ。で、まあその時お酒が入ってたっていうのもあって、この話を初めてしたんですよ、その子に。こういうことされて、シンクの中に空き瓶と空き缶入れられて、イライラさせんなよって言われて、って話をしたら、なんかその子が、あいつね、いろんなところで割とそういう問題を起こしてるよって言って、人に対してめっちゃ当たりが強いから、みたいな、そういう話をしてきて、で、なんか仕事がめちゃくちゃエリートなんだって、その人は。なんかもう年収1000万以上みたいな。で、今タワマンとか買って住んでるような、もう自分にすごい自信があるゲイみたいな。で、なんか思い通りにならないことがあると、その思い通りにならない原因を作った人に対してめちゃくちゃ攻撃的になるみたいな。だもう当たりがめちゃくちゃ人に対して強くて有名な人だったんですよ。なんか、なんだみんな、その人の素性を知ってるんだと思って、なんか影でそういう風にやられた感じだったから、もうあいつの化けの皮剥がしてやらないと気が済まねえみたいな感じだったんだけど、なんか割と参加してる人はみんなあいつの素性を知ってんだなと思ったら急に腑に落ちたというか、なんか、なんていうのかな、あんまりそのずっと怒ってた気持ちが、なんかちょっと落ち着いたというかね。でなんかその話はしてよかったかなと思うけど、いい人にはめちゃくちゃいい人らしいんですけどね。もう自分みたいに、こう気に食わない相手にはとことん喧嘩売ってくるみたいなタイプで。だからね、ため会はやっぱ、年も同じだし、こう、なんていうのかな、人一倍そのライバル心みたいなの持ってくる人多いのかなって自分の経験ですけどね。例えばさ、年上の人がさ、めちゃくちゃいい暮らしをしてるとか、めちゃくちゃいい彼氏、イケメンの彼氏がいるとかってなってもそんなに嫉妬しなかったりしません？やっぱ自分より長く生きてるからとか、年上だしみたいな。同い年がなんかそうだとやっぱ自分と比べちゃって、そういうものが出てくるのかなみたいな。だからね、なんかため会というかそのね、
ためのゲイ友ってなんか自分はちょっと合わなかったですね。やっぱ年上とかと一緒にいる方がすごく落ち着くし、勝手にこう敵意むき出しにされるというか、なんかそういうことされてもね、なんかこっちは楽しくやりたいと思ってんのに、そういうこともうされたらさ、もう楽しい雰囲気ぶち壊しにされちゃうよね。まあだからゲイのため会とかにね、H なんとか会とかに憧れ持ってる人いるかもしれませんけど、いいもんじゃないですよって話ですよ。ろくなもんじゃないっすよ、あんなもん。